16世紀イングランド、チューダー朝2代目の王ヘンリー8世の2人目の妻となったアン・ブーリン。7年もの時を経て世紀の略奪愛を実らせたアンは正式にイングランドの女王として戴冠。お腹には待望の第一子を宿し、ヘンリーからの愛を一身に受けた彼女はまさにこの世の栄華を極めていた。しかし強引な宗教改革とそれに伴うローマ教会からの離脱は国内外に大きな遺恨を残すことに。さらにヘンリーが強引に結婚無効を宣言した最初の妻キャサリンと2人の間に生まれたメアリーの存在、目まぐるしく変わるヨーロッパ情勢、そして度重なる不幸な偶然の積み重ねによって彼女の運命は激しく流転していくことになる。1533年9月7日、アンは長女を出産。ヘンリーの母エリザベス・オブ・ヨークの名を取り、エリザベスと名付けられ、ヘンリーの初めての正式な子供とされました。この時、ヘンリーが祝賀行事の一部をキャンセルしたことは事実ですが、一般的に言われているほどの激しい落胆を示したという記録はありません。しかし、夫からの愛情は変わらなかったとしても、一介の貴族の娘であるアンには、前妻キャサリンのような強力な後ろ盾はありません。息子を産むことができなかったアンの宮廷での立場は、依然として不安定なものでした。エリザベス出産から数ヶ月後、アンには再び妊娠の兆候があったとされますが、流産であったとも、想像妊娠であったとも言われ、子供が生まれることはありませんでした。ヘンリーとアンの関係は結婚後も恋人同士のようだったと言われます。しかしそれは常に甘い愛の言葉をささやき合うような関係ではなく、感情がぶつかり合う激しいものだったようです。ヘンリーはアンと結婚すると再び他の女性に目を向けるようになっていきます。中でも有名なのはアンのいとこであり次女でもあったマッチ・シェルトンです。アンはヘンリーが他の女性たちと親しくするたびに激しく嫉妬し、彼を問い詰め、相手の女性を宮廷から追い出そうとしました。ヘンリーにしてみれば、何も特別なことをしている意識はなかったのでしょう。キャサリンのように、お前も目をつむって黙っていろ。お前をここまで引き上げてやったのはこの私だ。その気になれば、お前などいつでも潰せる。激しい嫉妬をぶつけるアンに対し、ヘンリーも一歩も引くことはありませんでした。しかし、アンを敵対視していたカール5世の大使、シャピュイでさえ、これはあくまで宮廷の恋愛ゲームであり、2人の言い合いはただの血話喧嘩であったと記録しています。それほど2人の激しい言い合いは全く珍しいものではなかったようです。アンの運命が急転したのは、結婚から3年後の1536年のことでした。この頃には、宮廷の重要なポストは、アンの味方で固められ、度重なる所領の授与により、アンはキャサリンだけでなく、この後、ヘンリーと結婚することになる、どの妻たちよりも裕福になっていました。そして、年が明けてすぐの1月7日、キャサリン・オブ・アラゴンが死去。アンはこの時、再びお腹に命を宿していました。時を同じくして、時の教皇、パウルス3世は、教皇勅令の発布に動きます。もし勅令が発布されれば、各国がヘンリーを王座から引きずり下ろすべく、攻撃してくるかもしれないという緊迫した情勢に。しかし、アンとヘンリーは、全身黄色の衣装で現れ、数週間にもわたる宴を催し、キャサリンの死を祝ったとされています。1月24日、グリニッチ宮殿で開催された馬上槍試合において、ヘンリーが落馬。倒れた馬の下敷きになったヘンリーは、頭部を強く打ち、なんと2時間以上も生死をさまようことに。そして、それからわずか5日後の1月29日、アンは流産してしまいます。男子であったとされますが、明確な証拠はありません。これを知ったヘンリーは、神は
私に男児を授ける気がないのだな。と絶望をあらわにしたと言われます。アンは、あの落馬事故であなたを失ったかもしれない恐怖と、あなたがまた他の女に手を出そうとしたのがショックで流産したのよ。と反論。この頃のヘンリーの相手こそ、後に彼の3番目の妻となるジェーン・シーモアでした。通説では、気性の荒いアンに疲れ果てたヘンリーが、従順なジェーンに惹かれ始め、男子を流産したことが決定打となり、アンの排除を決意したと言われます。しかし、実は多くの歴史家は、この説に懐疑的な姿勢をとっているのです。確かに、この時の流産は、ヘンリーとアンに大きな打撃を与えたことでしょう。しかし、だからといって、この時点でヘンリーがアンの排除を考え始めたというのは、辻褄が合わないのです。流産から約3ヶ月後の4月18日、ヘンリーはグリニッチにおいて、シャピュイに対し、アンを王妃と認め、敬意を表すよう要請しています。この日、シャピュイは、騙し討ちのような形ながら、アンと会釈を交わしたとされます。4月25日の時点でも、ヘンリーはヨーロッパ各国に対し、アンを正式な王妃と認めるよう要請を繰り返していました。このことからも、少なくとも1536年4月末の時点までは、ヘンリーがアンとの結婚解消を模索していたとは考えづらいのです。ジェーンについても、この時点では、やはりただの宮廷恋愛であり、本気の恋愛ではなかった可能性が高いと考えられています。では、4月25日から5月19日のアンの処刑まで、わずか24日の間に、一体何があったというのでしょうか。アンとトマス・クロムウェルは、ローマ教会からの離脱を目指した同志でした。ヘンリーとキャサリンの結婚解消や、国王至上主義によるローマ教会からの独立は、クロムウェルの協力なしには実現困難だったでしょう。クロムウェルとしても、ヘンリーに絶大な影響力を持つアンの支援を得たことは、大きな力となっていたはずです。しかし、そんな2人の関係に亀裂が生じる出来事が起こります。きっかけは、1536年3月、クロムウェルが議会に提出した小規模修道院解体法でした。2人は解体した修道院からの没収財産の使い道をめぐり激しい口論をしたとされています。アンは修道院から没収した財産は神のものであり、教育や福祉といった公共の利益のために使われるべきと考えていました。これに対しクロムウェルは、没収財産はすべて一旦国庫に収め、貴族たちへの再分配や近々起こるかもしれない戦争に備え、国防強化に使うべきと考えたのです。それだけでなく、2人は外交方針においても激しく対立することになります。この頃、キャサリン・オブ・アラゴンが亡くなったことで、カール5世の態度が軟化。メアリーの王位継承権回復を条件に和解を持ちかけてきたのです。クロムウェルは、これを機にカール5世と手を組み、ヨーロッパでのイングランドの立場を安定させるべきと考えました。しかし、アンにしてみれば、メアリーの王位継承権など認めるわけにはいきません。それはすなわち、彼女の娘であるエリザベスよりも先に、メアリーが王位につくことを強く示唆していたからです。ヘンリーも、アンの肩を持ち、フランスと手を組む可能性をちらつかせながら、カール5世の干渉を拒否しようとしました。クロムウェルは、もともとは、ウルジーの秘書官をしていました。ウルジーの失脚を目の前で見ていた彼は、アンを排除するしかないと考えるようになります。こうして、ジェーンの実家であるシーモア家、そしてメアリーを支持する保守派などと手を組み、アンを追い詰めるべく動き始めたのです。4月24日、クロムウェルが反逆罪を裁くための特別法廷を設置した記録が残っています。通常は、容疑者の逮捕後に設置される法廷を、まだ何も起こらないうちに設置したのは、この時点で、アンをそこへ引きずり出す算段があったということなのでしょうか。同時に、クロムウェルは、ジェーンを利用し、ヘンリーにアンの悪評を吹き込ませました。4月29日、アンが、ヘンリーの側近であったヘンリー・ノリスを、
激しく詰問する事件が起こります。陛下が亡くなるのを待っているのでしょう。そうすれば私が手に入ると思ってるのね。この話は瞬く間に宮廷中に広まりました。この当時、王の死について発言することは、それだけで反逆罪となる大罪です。それだけでなく、この発言は、アンとノリスがただならぬ関係にあるのではないか、という憶測を呼ぶこととなったのです。クロムウェルは、ほくそ笑んだことでしょう。さらに、その日の午後には、アンと宮廷音楽家のマークス・ミートンの間でも不可解なやり取りがありました。あなたは私から他の貴族と同じように優しくされることを期待しているみたいだけど、あなたのような格下の人間に私がそんなことするわけないでしょう。いいえ王妃様、私はあなた様が一瞬でも目を向けてくださるだけで幸せでございます。この話を聞きつけたクロムウェルはすぐさまスミートンを尋問します。マーク・スミートンはまだ20歳そこそこの後ろ盾もない若者でした。クロムウェルの尋問を受けた彼はアンと数回にわたり性的な関係を持ったことを自白したのです。スミートンは紐で頭を締め上げるなどの激しい拷問を受けたとも言われています。これらの話を聞いたヘンリーはノリスを直々に問い詰めました。ノリスは当然不適切な関係を否定しましたが、結局彼も捕らえられロンドン島へ送られてしまいました。その後ウィリアム・ブレレトン、フランシス・ウェストン、リチャード・ページ、詩人のトマス・ワイヤット、そしてアンの弟ジョージ・ブーリンが立て続けに逮捕されました。ジョージ・ブーリンの逮捕は兄弟の親密さに嫉妬した彼の妻ジェーン・ブーリンの証言によるものであるとも言われます。しかしクロムウェルが宗教、外交、財政すべてにおいて対立していたはずの保守派と長期的な協力関係を築くなど現実的と言えるでしょうか。確かにアンとクロムウェルが修道院の没収財産の使い道をめぐって口論したことは当時の資料にも記録されています。しかし保守派はそもそも修道院の解体には否定的だったはずです。アンを排除すればクロムウェルは強力な後ろ盾を失うことになるのです。外交問題にしても4月18日時点でシャピュイは表面的にしろアンに敬意を表していました。メアリーの正当性や王位継承権の回復は確かにアンにとっては大問題ですが、あくまでエリザベスを継承順位1位とすることで濁すような交渉は可能であったはずです。そして最も大きな疑問はヘンリーが陰謀説が示唆するような操りやすい君主であったのかどうかという点です。ヘンリーがジェーンに手紙や贈り物を送っていたことは事実です。しかし4月25日時点で諸外国にアンを正式な王妃として認めるよう要請している以上、その時点でヘンリーがアンとの結婚解消を画策していたとは考えられません。ヘンリーは疑り深く強権的で支配的な絶対君主でした。単なる宮廷恋愛の相手であったジェーンが不用意に本妻であるアンの悪口など言おうものなら、彼女の方が反逆罪に問われる可能性すらあるのです。さらにアンと共に逮捕された者たちは確かにヘンリーの側近ではあるものの政治的脅威とは言えない者たちばかりでした。そもそもこの陰謀が失敗すれば首を失うのはクロムウェルの方です。証拠が確認される前から法廷を設置し、後から証拠をかき集めるというのは老快な政治家であるクロムウェルにしては爪が甘いと言わざるを得ません。この法廷設置はアンのためのものではなく単なる汎用的な措置であった可能性もあるのです。ではもしクロムウェルの陰謀でないとしたら一体何があったというのでしょうか。発端はウスター公爵夫人エリザベス・ブラウンが不適切な異性関係を兄から問い詰められたことでした。彼女の兄アンソニー・ブラウンはヘンリーの侍従の一人で妹の不貞を問い詰めやめるよう諭したと言われます。するとエリザベスは女王の方がもっとひどいわよ。疑うならマークに聞いてみたらいいわ。ヘンリー・ノリスや弟のジョージだって
彼女のベッドの常連なんだから。と言ったとされます。これを聞いたアンソニーは迷った挙句、同僚2人に相談します。相談を受けた2人は迷わずヘンリーへ報告。この時、時間単位で入れ替わり立ち替わり相手がやってくるなど、かなりの誇張があったとされます。報告を受けたヘンリーは、みるみる青ざめ、調査を命じました。ただし、もしも嘘だと分かったら、お前らの命はないものと思え。こうして彼らは、是が非でもアンの有罪を証明する必要に迫られることになったのです。4月30日、エリザベスから名指しされたマークス・ミートンがクロムウェルにより尋問されます。5月1日、グリニッチにて馬上槍試合が開催され、ヘンリーは上機嫌であったと言われます。しかし、試合も終盤に差し掛かった頃、突然、わずかな友のみを連れ、馬に乗って会場を後にします。前日から尋問されていたマークス・ミートンが自白し、ヘンリーはそれを聞いて会場を去ったと考えられます。彼らの一団の中には、ヘンリー・ノリスの姿もありました。ヘンリー・ノリスは、この道中でヘンリーから直々に問い詰められ、アンとの関係を否定しました。しかし結局、翌日の5月2日には、ロンドン島へ送られてしまったのです。そして、ウィリアム・ブレレトン、フランシス・ウェストン、リチャード・ページ、トマス・ワイアット、ジョージ・ブーリンが立て続けに逮捕。ジョージの妻、ジェーンは、兄弟の中に嫉妬し、2人に不利な証言をしたとされています。ヘンリーは、女を喜ばせる技量もなければ、男としての魅力も、種をなす能力もないのよ。エリザベスはあいつの子じゃないんだろ？エリザベスとアンソニー・ブラウン兄弟のやり取りは、当時のフランス大使秘書官、ドカレルが表した叙事詩に記録されたものです。本の出版は、アンの死から9年後、フランスとイングランドの緊張が高まった頃のことですが、執筆自体は1536年6月のこととされます。エリザベス・ブラウンは、なぜアンの不貞を告発するような発言をしたのでしょうか。多くの歴史家は、アンは無実の罪を着せられたと考えています。エリザベスは単に兄の追及を逃れるためにありもしないアンの不貞をでっち上げただけだったのかもしれません。しかし、事態は彼女の想像を超えた展開を見せることになりました。もしもアンソニーがこの話を妹のざれ言として受け流していたら、アンも5人の男性たちも処刑されることはなかったかもしれません。だからといって彼を責められるでしょうか。もしも本当だったら、報告しなかった彼の方が罪に問われてしまうのです。アンソニーの相談を受け、ヘンリーに報告した同僚2名も同様です。しかし、彼らはなぜヘンリーに誇張した報告をしたのでしょうか。もし、アンの相手が1人や2人なら、それは単なる不倫です。これでは、ヘンリーは単に妻を寝取られた残念な君主になってしまいます。しかし、アンが大勢と不適切な関係を持っていたのであれば、ヘンリーは悪女に騙された被害者です。彼らは強権的な絶対君主であるヘンリーのプライドを保つため、空気を読んだのかもしれません。そして、アンの日頃の言動も、この不運の連鎖拡大に一役買ったことは否めないでしょう。ヘンリー・ノリスへの挑発的な物言い、マークス・ミートンへの傲慢な発言は、彼女自身への刃となって帰ってくることになりました。多くの歴史家たちは、ヘンリーはアンの有罪を本気で信じていた、信じたからこそ処刑した、と考えています。しかし、なぜヘンリーはあれほど愛していたアンの不貞を信じたのでしょうか。残念ながら、その確かな答えを知ることはできません。一説には1月24日の落馬事故でヘンリーは脳に何らかの障害を負い、そのせいでそれまで以上に猜疑心が強くなったと言われます。そして2時間も生死の境をさまよったことで死を身近に意識し、続くアンの流産で王朝の存続を本気で危ぶむようになったのではないか。神は私に男児を与えないという言葉の通り、男子が生まれないのはこの結婚に神が許さない何かがあるからでは
と疑うようになったのではないか。それでも、アンへの愛情か、それとも苦労して手に入れたアンへの執着か、すぐに彼女を手放す気になれなかったのではないか。しかし、エリザベス・ブラウンの言葉、スミートンの自白、ヘンリー・ノリスとアンのやりとりなどが重なり、やはり、この結婚は間違いだった、と強く信じるようになった。そして、不貞を働くような不死だらな女と結婚したから、神は男児を授けなかったのだ、という、恐ろしく自分勝手な結論に至ったのかもしれません。5月15日、2000人もの観衆が見守る中、ロンドン島でアンの裁判が開かれました。アンは自身にかけられた容疑をすべて堂々と否定。私は陛下に不実だったことなどありません。陛下の死を願ったこともなければ、キャサリン王太子未亡人やレディ・メアリーを毒殺しようとしたことなどありません。しかし、彼女が何を言おうと、結論は最初から決まっていたのです。居並ぶ26人の貴族判事たちは、全員が有罪を宣告。その中には、叔父であるノーフォーク公、トマス・ハワードや、アンの初恋の相手、ヘンリー・パーシーも含まれていました。いつでも私に優しく、敬意を持って接してくださった陛下に対し、本来持ち続けるべき謙虚さを書いたことがなかったとは申しません。私の思い込みから嫉妬に走ったことも認めます。しかし、私が陛下に対し、それ以外のいかなる罪も犯していないことを、神はご存知です。5月17日、カンタベリー大司教、クランマーが、アンとヘンリーの結婚無効を宣言。そして、5月19日朝、ロンドン島の中庭で、アンは処刑されました。善良なキリスト市民の皆さん、私はここに死ぬためにやってきました。法にのっとり、法が私を有罪とした以上、それについて何も言うことはありません。神が陛下をお守りくださり、他の誰よりも寛大で、慈悲深い陛下が、これからも皆さんの国王として長く君臨されるよう祈ります。この世と皆さんに別れを告げ、旅立っていく私のために、どうか祈ってください。その顔は驚くほど晴れやかであったといいます。アンのお相手とされた者たちのうち、リチャード・ページとトマス・ワイヤットは釈放されましたが、他の者たちは全員死罪となり、アンよりも先に斬首されました。アン処刑の翌日、ヘンリーはジェーン・シーモアと婚約し、そのわずか10日後の5月30日に結婚。このことから、通説では、ジェーンと結婚したいヘンリーがアンを排除したと信じられてきました。しかし、もし4月末時点で、ジェーンがただの宮廷恋愛の相手だったとしたら、なぜこんなタイミングで結婚したのでしょうか。そこには、当時の強い男尊女卑的価値観と、ヘンリーの自尊心の高さが深く関係していると考えられています。当時の価値観では、妻の不貞は、夫の性的能力や男性的な強さの欠如の結果であると、強く信じられていました。恋愛結婚をした妻であるアンが、複数の男性たちと性的な関係を持っていたという疑惑は、それだけでヘンリーの男性としてのプライドを深く傷つけたことでしょう。そして、1月の落馬事故により、太ももの古傷がぶり返し、体の自由が制限されたこと。45歳という、当時としては、老年期の年齢に差し掛かったことなど、ヘンリーは多くの点で置いていく現実を突きつけられることになりました。世継ぎとなる男子がいない焦り、傷つけられた男としてのプライド、置いていく現実。この時の彼にとって再婚とは、プライドを回復し、老いに目を背け、自らの男性的強さを証明する手段であったのでしょう。そしてその時、目の前にいたのがジェーンだった。それだけのことであったのかもしれないのです。アン・ブーリンが処刑されるに至った経緯には多くの説が唱えられ、現在に至るまで著名な歴史家たちが論争を繰り広げてきました。クロムウェルによる陰謀だったのか、不運な偶然の連鎖だったのか、はたまた全く別の理由だったのか、その答えは残念ながら未だ闇の中です。しかし、彼女の存在がイングランドの歴史に大きな影響を与えたことは
疑いの余地がありません。彼女の誘導であったにしろ、ヘンリーの自発的なものであったにしろ、彼女という存在がイングランド宗教改革の引き金になったことは確かでしょう。そして彼女の残した一人娘、エリザベスは、イングランドの最も偉大な君主の一人と称えられる女王となりました。彼女の物語はこれからも語り継がれ、人々の関心と想像を駆り立て続けていくことでしょう。あなたは一体何が真実だったと思いますか？このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。